どうも、大キングです。本日も動画を見ていただきありがとうございます。今回 iPhone 15のね、ケース、フィルムとかケースを2時間探しましたので、おすすめ20個ぐらいまた行きたいと思います。もうちょっとあるかもしれないんですけど、昨日ね、ちょうどiPhone 15のレビュー動画上げましたので、開封レビュー、ぜひね、チェックしていただければと思うんですけども、ケースとかまだね、何もないので、15に関しては、プロめっちゃあるんですけど、ご紹介したいと思います。15 Pro のね、探した動画もありますので、ぜひこちらもチェックしていただければなと思います。充電器とかもあります。なのでちょっと見ていきます。前回同様ですね、Amazon フロントというところで全部まとめてます。15 Pro おすすめ充電器。今回なんで15プラスなんですけども、まとめてありますので、一覧でね、こう非常に見て分かりやすいのと、あとこうセールしてたらこういう風に出てくるんで、ぜひね、チェックしていただければと思います。概要欄貼っておきます。はい。プロね、プロマックスもこっちありますので、一部ちょっと紹介しますが、こちらもぜひチェックいただければと思います。まずは2マストです。ガラスフィルムなんですけれども、15用。これも安定っちゃ安定なんですけども、やっぱこのガイド枠付きのタイプがやっぱりいいんじゃないかなと思います。薄いし、このラウンドエッジ加工ですね、かなりいいかなと。はい、ガイド枠あるんで、もう上から基本ね、はめ込むだけなんですよね。これがめちゃくちゃ楽というか、はい、一応2枚ついてるんで、最悪失敗しても大丈夫なんですけど、チェックしていただければと思います。ここら辺いっぱいあるんですけどね。これ 6.1 インチ用です。で、あとベルキンとね、発売されてますね。これプラス、全部あるね。プロマックス用ありますので、ガイド枠ついてて、ちょうど僕も14 Pro で使ったんですけど、良かったです、普通に。保護ガラスフィルム、滑りもね、全然ちょうどいい感じで。お値段もお手頃なので、結構いいかなと思いました。Apple で、扱われてる、これベルキンってブランドですね。Apple ストアで実際、売られてるブランドになります。トラスの15用のガラスフィルム。これちょっと安いタイプにはなるんですけど、14 Pro 用とも書いてあるんで、多分大きさ一緒なんだろうね。おそらくなんですけど、14 Pro も使えるみたいでございます。トラスも問題ないでしょう。十分ね。で、こっちも、ちゃんとガイド枠ついてるんで、いいよね。かっこいい。クオリティは全然もう申し分ないんじゃないかなと思いますので、ね、どれがいいのかってもう難しい、正直。全部いいから。そんなにガラスフィルム自体ね、すごい変わるわけではないんで、保証とかもしっかり、加工値最高って書いてある。ビザーリとか滑らか。次、ちょっと15 Pro の動画でレビューはしようと思うんですけど、このね、なんかでかいのがついてるタイプがありまして、これね、結構いいんだよ。これガイド枠になんかね、もうついてるんですよ。ここに。最初からついてて、上からこうパンってやるだけ。こうヒュッてね、引っ張ったらできるんで、これね、ちょっと面白いな。なんかあんまこんなタイプあんだと思って、これはめて、ハンドル引いたらこのままピューっていくんですよ。これ結構ね、面白い。そこのね、結構でかいんですけど、箱が。これ次ちょっとレビューします。今あるんで、実際に。15 Pro で。これ15ですけど、14のモデルとかもありますね。あとこのガラスと、カメラフィルムもちょっと後ほど紹介するんですけど、こういったセットみたいなやつもあります。これ820円でなんかめちゃめちゃ安いんで大丈夫かなって気はするんですが、お試しでやる分には全然いいんじゃないかなって思います。なんか絶妙なこの怪しいんだけど、朝日ガラス素材で、まずどっちも2枚ずつ入って820円。プライムなら、送料込みだと思うんで、こういうセットもね、ちょいちょいあるんで、安いのでなんか紹介してみました。お試しでやるんじゃないかなと思いますけど、今回、これ購入したんですけど、iPhone 15なんか背面ガラス。表面じゃなくて背面ですね。なので、ちょっと面白いなと思いまして、あと、プロマックスとかもあるかな。プラスか。プラスと、15 Pro はね、なんか見た感じないんですけど、背面にガラスつけておくタイプですね。裸運用とかは結構これいいんじゃないかなと思いますけど、一応ケースも干渉しないって書いてます。ケースも入るんだろうね。カメラフィルムもついてるので、一旦これ買ってみました。このタイプちょっとね、外れやすいんで、ケース変えるときに。その懸念はあるんですけど、安いからいっかみたいな感じで、15 Pro もありますね。違うやつだけど。裸運用したいけど、一応なんかつけときたいなっていう方はいいんじゃないかなと思います。ただエッジはね、側面は守れないので、なんかバンパーとかね、買えばいいのかなと思いますけど、なんかバンパーあったんだけどね、まだ入れときますね。この縁だけ守るみたいなやつがあるんですけど、背面ガラス結構いいかなと思いました。ちょっと試してみようと思います。ここら辺カメラフィルムですかね。で、基本的にやっぱこういった独立型が僕がおすすめかなと思います。やっぱケース外す時にポロってね取れちゃうんですよね。そんなにケースをね出たり外したりしないよっていう人はいいかもしれないんですけども、これ15、15、プラス
ブラックで、クリアと一応まだブラックしかないので、クリアだったらどのカラーでも合わせやすいかなと思いますね。多分ブラックの人はこのブラックの方が、合うと思います。はめて、あとはもうそれで以上なんで、トラスもあるかな。確率型ね、ちょっとあんまりないので、すごい良さそう。ESR なんで、はめるの割とね、簡単なんですよね。良さげだなと思って。ピゲンの Easy Fit もあります。ちょっとお値段するんですけど、クオリティ良さそう、普通に。ピゲンもね、非常に有名なブランドなんですけども、上からこうはめ込むタイプになりそう。オリジナル。ブラックなんですけど、2個セットになってますね。アルミ合金のやつとかもあります。で、カラーに合わせて結構あるね、これ。ブルーある。これもいいかもしれない。こういった合金タイプも意外といいのかなと思いますけどね。ちょっと好きなやつを選んでもらえばいいかなと。トラスのこっちもありましたね。これただブラックとね、グリーンがなかったんで、ブルー出してほしいなっていうところではあるんですけど、確率型がやっぱりいいかなと思います、僕は。15 Pro も、あります。ブルーとかめちゃめちゃカラーにあったのがあれば、ケースなんですけど、これと前回紹介した iFace、最近クリアケースでマグセーフね、対応したんですよね。なんかすげえ持ちやすそうで、マグセーフ対応したんで、結構いいなと思って、いや買おうかな、これ。iFace なんだかんだね、使いやすいよね。なんかすげえ形してるけどさ。結構あるな。15 Pro から全部ありますね。枠がね、もっとこう、あるタイプとかあるんですけど、僕シンプルなやつが好きなんで、カーボネートでいいかな。これはシンプルですね。ESR。これ安定ですけどね、正直。で、このマグセーフっていうものに対応した、こうやってですね、がいいと思います、僕は。つけても上から充電できたりですね、アクセサリーつけれるんで、磁力はね、結構強いんで、このままいろんなアクセサリー使えるんで、最初のケースにやっぱりいいのかなと思います。あと、ブラックとかね、このブルーとかあるんで、ちょっとかな。はい。で、シリコンケースね、これ結構良さそうなんですけど、やっぱ人気なのが10月になっちゃってるので、これ結構いいなと思って2000円で、見た感じ多分これ中さ、裏起毛になってると思うんで、くそーと思って。もっと早く見つければよかった。ブラックもありますね。ブラックでもいいかもしれない。普通にかっこいいなってか。これシュピーゲンの、クリアケース。結構やっぱクリアだとこの白いね、リングタイプが多いんですけど、これブラックで目立たないタイプあったんで、グラファイト、ブラック、カーボンファイバーとかもありますね。ブラック系とか、白でもね、こういう感じで、なんかちょっとエレガントになるんで、白目立たしたいなら白でもいいと思うんですけど、15 Pro の、こういうゴールド系とかもあるんでね、いいかもしんね。なんかわかんないけど、目立たしたくない人はいいんじゃないかなと思います。ちょっと変わり種だとこの中の見えるタイプみたいな、シュピゲン結構ねこういうの出してましたね。プロとかも確かあるんじゃないかなと思うんですけど、これマグセーフ対応しててじゃないケースがいい方はね、中のこの構造みたいなのを再現してるやつだと思います。確か良さげです。あとはアップルのこのシリコンケースもですね、オレンジソルベだけどこれはグレイだったりとか、価格はね確かにちょっとするんですけど、全然いいかなって思います。クオリティは。ただシリコンケースあんま耐久性はね正直ないと思うんで、ただやっぱ純正のやつね軽いんだよね。結構軽くて、で中裏起毛でめちゃくちゃ使いやすいです。正直ねストアとか行けば触れるんで、全部カラーとかしてもらえたらなと思いますけど、磁力ホルダーとかあるな。プラスプロ、全部ありますね。一応ねプロのクリアケースもあるね。15プラスプロマックスで、さっきのも一緒なんですけど、なんか微妙にね安いんだよね、 Amazon の方が。で大体すぐ到着するんで良さげ。いいよな。ピンクグリーン全部いい。安定なやつでございますけど、いいよね。軽いですよ、やっぱこれも。でまた次紹介しようと思うんですけど、トラスのこれ後ろねリングになって回るタイプなんですけど、これクリアタイプね結構好きなんですよね。クリアタイプが意外とないんで、スリムで、そうだ、これボタンとか変えれたりするんでね。グリーンと一応ブルーもある。素晴らしい。リングがですね、ここが回るのでこれ横で置いたりとか、あと縦置きもできる。でこれ回せるんでリング的に使えるんですよね。これねやっぱ結構いい。でこれやっぱねよくできてる。これなんかぐるぐる回って安定しないんじゃないかと思ったんですけど、ちゃんとね安定するような機構が入ってるんですよ。だから止めたらちゃんとカチってね、これめっちゃいいです。15 Pro また紹介します。アクセサリー系なんですけども、これね意外とちょっといいなと思って、イヤーポッツの USB-C これありそうで意外とない。ライトニングはねもちろんあったんですけど、iPhone にそのまま使えるし、Mac とかも使えるんで結構いいかなと思いました。意外とイヤホンジャックだとね iPhone 使えないし、 Android も普通にやっぱ使えるみたいですね。これUSB-C の恩恵ですけど、価格はねそれなりにするけど安定なんだよね。このボイチャしたりとか普通にね会議したりとかめちゃめちゃ使いやすいんでじゃないか。多分 iPad とかも使えるしさ、こういうとこがいいですよね USB-C で。あとエアタグでございますね。非常に安定というか落とし物タグです。iPhone でこの位置情報をね探せるんで、僕もこれで一回ね、助けられてます。鍵
忘れてきて東京ドームにプロ野球見に行って、ちょうど今ちょっと安くなってたんで4780円なんでいいかなと思いました。あと4個入りもあるんで、家族とかでね使いたいだったらこっちの方が1個あたり安くなるんでおすすめかなと思います。結構ね変わるでしょ値段がね。これってね3500円ぐらいなのかもっと安いか。はい。もし財布に入れるんだったら、これ僕今財布入れてるんですけど、これもちょうどなんかセールしてたんで、これもね探し物タグで Apple Find My 対応してます。なんでこれも位置情報をね探せますので、これもエアタグと基本一緒で、はい、鳴らして音鳴らしたりとか、結構財布僕もどっかやっちゃうんでビビビってこうねスマホで鳴らしたりとか、置き忘れたら通知来ますんでおすすめなんだよ。でもちょっと熱いんで財布には向いてないんでね。これも散々紹介してるラミカルのスマホリングこれも回るタイプで、これいいんだよね。なんだかんだな、最近使ってるんですけどやっぱいいわ。回るので角度調節ができるんで、横向きの角度調節できるのが個人的にはめっちゃ気に入っております。いいですね。あとやっぱ軽いんだよね。軽いのがいい。悪く言えばチャッチいんだけど、耐久性は意外とある。結構使ってるんですけど、やつはねちょっとここがゆるゆるになっちゃうんで、回るタイプがやっぱいいのかなと思いますけどね。もうちょっとクオリティ高いやつだと、このピタカのやつがねこういいんですよ。このねリングのところがやっぱ使ってくるとゆるゆるになるんですけど、かなりここが固定しっかりされるので非常に使いやすい。買いやすいというか安定感がね最高です。オーバーチェアもあります。長く使いたい人だったらこっちの方が向いてるかもしれないですね。あとこれちょっと変わり種なんですけど、これ、USB-C 対応したんで、昨日レビュー動画で試したんですけども、AR グラスですね。X リアルエアーとかでもいいと思うんですけどね、案件でいただいたので、音がいいです。画面が綺麗っていうのと音がいいで、 USB-C1 本でつなげれるので充電とかいらないんですよ、こいつ自体のっていう感じ。結構実用的です。外部ディスプレイとして使えるんで Mac に挿して使うこともできます。USB-C 対応したんで。あとUSB-C のこれサンダーボルト3ですけども、転送とか充電とか一旦全部これでいけるので、 iPhone 15はねそんなに USB-C、2.0 なんであれなんですけど、Mac にとか、他の機器でも使えるんで、これ1個あれば結構安心かなっていうやつですね。プロモデルとかデータ転送が早いんで 4K とか外部出力もできますんで、画面にねやっぱ映せるようになったんで iPhone のディスプレイに。あとベルキンの 2-in-1 が、これ新しいのなんかねしれっと出てたんで、これ平置きタイプですかね。で Apple Watch じゃないんですけど、マグセーフ対応してて 15W で充電できます。で AirPods も充電できるんで、平置きなんでおそらく iOS17 の、スタンバイモードとかは、使えないかもしれないんですけど、それと縦置きのね 2-in-1 のスタンドタイプが多分横置きにしたら置き時計みたいにできるんで、いいかもしれないんですけど、スペース取りたくないよって人には結構いいんじゃないかなと思いました。アプローチ欲しい人はこの 3-in-1 とかあるんで、高速充電シリーズ7以降だったら対応してるんで、これもいいかなと思います。ベルキンは安定なんだよな、なんだかんだな。はい、感じで紹介したやつも全部入れておきます、ここにね。なんで一覧で見たいよって方はぜひチェックしてみてください。随時ちょっと更新していきますので、他にこの iPhone のおすすめアクセサリーとかも、ちょっとライトニングのやつも入ってるんですけど、14以降の人も見えやすいかなと。あと Apple Watch とか AirPods Pro のねシリコン、これとかめっちゃいいんですけど使ってますけどおすすめでございます。 Mac とかあるんで。ということで、前回ねこの無印の iPhone 15ですね、標準モデルのレビューとプロモデルもレビューしております。変えるべきかどうかみたいなところだったりとか、あと充電器系はね全部こっちでモバイルバッテリーとかやっております。そもそもじゃあどれがいいのかっていうところも話してます。この辺でいただければと思います。プロモデルこっちありますんで。はい、ということでまた次回の動画でお会いしましょう。良い一日お過ごしください。じゃあまたね。やばい、アクセサリー探してたらもう本当にあっという間ですね。2時間ぐらいめっちゃあるから。